おどうす元気ですね。ちょっと寒いね。いや非常に16度って書いてありますからね。ここはあれですね、島根県の奥出雲、結構山の中でちょっと寒いんです。自転車で来たんですか？今日がっつり車で来た。いや自転車でも来たかったんですけど、それどころじゃないです。今日はもっと大事な用がある。大事な用がある。もう切羽詰まってるんです。から元気がもう過ぎるぐらいですね。どうしたんですか？あれですね。塩ビのメレを自由にペイントしろと。お任せで塗れと。いやしかもね、ひょっとしたらこうアメリカにもいいか世界的にも発信されてしまうかもしれないと。もう世界の高しになるかもしれないですよ。村上隆か僕かみたいな。村上隆竹の下隆し。まあね。でメレを塗るのでデザインを。そうですね。しかもアメリカに殴り込みに行かなあかんかもしれないね。やっぱ日本らしさ。そうね。日本人としてのアイデンティティをちょっと引っ張り出すために、まずあれですね、奥出雲のたたらと刀剣の館ってところで、やっぱり日本の文化工芸を改めて勉強してね。外人にはないやっぱ魂があります。ちょっと付け焼き場かもしれないですけど、あれちょっとでここがね、とりあえず付け焼き場行きましょう。何やったっけここは。神話とたたらの里って書いてあるんですけど、ここはあれですね。たたらと刀剣館。たたらと刀剣館。ここでちょっとこうヒントを得ようじゃないかと。ダマスカスに負けない。ダマスカス港に負けない。たたらがある。日本刀の。日本にはたたらがありますから。なるほど。何がでもあれですね、なんかすごい平底の船ですね。重いの乗せても安定させて、でも川でこう引っ張るようにちょっと。平べったい方が安定する。安定します。川とかでも動かしやすいようにこんな感じの形になってますからね。浅いところで。そうですね。これだからあれか。鉄の名残っぽい鉄をなんかあれですね。展示用に砂鉄を巻いたみたいな感じですよね。こっち非常に興味深い。どれ？この奈良時代の。これ？はい。復元って感じですけど、ここ特徴的。ここ僕結構惹かれました。木炭の使用量がめっちゃ多いですよ。こう砂鉄263キロに対して579キロって倍以上ここ必要になるっていうのは、なんかそりゃなんか日本全国ハゲ山になるだろうなっていう感じの、もののけ姫がブチ切れるだろうなっていうぐらいの木炭の使用量ですよね。なるほどね。もののけ姫ってそんなんやったっけ？なんか木切ってブチ切れたあれの話ですよね。それはそんだけ木炭がいったっていう話ですよね。鉄作るのに。で完成したの100キロですからね。これでもあれなんやね。こんなところに外にほっぽらかしてるってあんまり大事なもんじゃないんかね。そうですよね。あんま興味ないんかもしれないですね。まあでも大事なとこ取った後のスラグというかなんかスラグあれじゃないですかね。貝使ってなんかキラキラしてきれいですね。お箸みたいなね。上のやつはあれですよね。朱色の感じになんか漆とかでやるんですけど、この感じは塗りやすいですよね。金塗って塗りやすい。そんな言葉聞きたくないですね。でもこれはもうあれですよね。コンピューターでデータ作ってマスキングカットしてもらって。こういうデザインのこと？金塗っていうベタ却下ですね。何を言ってるんですか？玉鋼ですよ。玉鋼ね。なんかあれですよね。こう見ると隕鉄みたいな雰囲気もあるですよね。隕石のなんか。隕石？かっこいいですけどあれですよね。自転車にどう取り入れるかってますよね。大丈夫かな。かっこいいですね。かっこいい。かっこよくないですか。この辺の模様もですけど、木の模様もいいですけど、確かあれですよね。なんか日本伝来の時にバネの作成が難しかったみたいな。なんかこのとこ桜の花があるやん。洒落てるね。そこがなんかバネとして機能してる。ピンセットと同じような構造ですね。あとはあれですよね。確かにこれ火縄銃？火縄銃ですよね。あと重心のこう後ろ部分のネジ構造が難しかったみたいな話があるんですけど、全然見れないですね。鉄砲やんこれ。鉄砲っすね。これもあれじゃんか。輸入品やろ。
輸入品をいやただそこで終わらず日本で改良されてる。改良されてるの？日本の火縄銃はあれなんですよ、世界的にも評価されてて、そうなん？精度が高いっていうので、へ競技会では日本の火縄銃が使われるらしいですね。今回のシチュエーション似てるじゃん。もうそうですね。まあ殴り込みに行ってる元祖殴り込みですよ。もうアメリカから来たもんがこうやってね海に塗ってあって、また向こう行ってアメリカじゃないですけどね。評価される。アメリカじゃない？最初ポルトガルから来たんですけどね。まあヨーロッパから来た。アメリカなんか歴史浅いですからね。怒られるでこれ。青とか赤が発色するじゃないですか、黄色とか、鉄なのに。あれが鉄なの？酸化してこうなるんでしょうけど、いい色ですよね。いい色ですよね。あ、いい色。青とか赤とか。ギャルとしてはキャンディーになるんですけどね。ちょっとこれ写真撮ったんです。ヒントが早速。いやもう絶妙に映らないな。いやどうでしたか？収穫ないですね。収穫なし。ちょっといや展示とかは良かったんですけど、はい、ペイントでペイントに使えそうなものがなかった。ちょっとあれですね、ちょっと地味というか地味。まあ最大の収穫というかやっぱ奥出雲そばマップ。そばマップ。ちょっとあれですね。じゃあ本命いきますか。次。足立美術ここはなんかあるんですね。頼む。やっぱり日本を代表する日本で日本画家の横山大観を足すね。大観さんのちょっと助けを借りましょう。まずはそばですか？まずは電車やったらくじけるレベルの遠さやったな。そうですか？僕日帰りしてますからね。いや遠いやろこれ。まああれですけどもっと近所のイメージやったけど。でもあれなんですよ、初めてそば食べる。扇屋そば。出雲何回も来てんの。しかも奥出雲そばなんか違うみたいですね。出雲そばと出雲そばは魚介ベースの出汁でちょっと甘みがある感じで、こっちはなんか地元のそばを使ってなんかつなぎかなんか山芋みたいなの山芋入れるみたいな感じだったんですけどね。10割。まあそばが10割か。10割なんですよね。いやもう楽しみです。そば湯が濃厚で美味しいみたいな話しますよ。駅みたいじゃない。駅ですよね。砂の器。浮かれてるね。浮かれてますね。駅じゃんこれ。駅ですね。これそば。はい。ガチ駅そばですか。電車来ましたね。来るんですね。今おそば配達した。しましたよね。そんなパターンもあるんですね。ディーゼルの音がいいですね。いやー素晴らしい。ここ行ってみたいですよね。このスイッチバックってやつ。電車でこう急勾配を登る。まだやっとんかね。まだやってない。さっきの人がそこに行くんか。いや行く。登ってきたんちゃう。すげえ。そばいいですか？念願のおそば。釜揚げそば。こっちの方が古いみたいです。そうね。だしを入れて。こちらそば湯です。そうどれぐらい入れたらいいかもわからないですけど、ちょっと薄めでいってみよう。いただきます。うまいけど薄い。これは僕の問題ですね。めっちゃうまかったですけど。最高でしたね。最高でした。最高でした。っていうか、駅やったんやね。これ駅だわ。ここめっちゃ電車来ましたもんね。いやこれね、ここのためにサイクリング来ていいかもしれません。いいスイーツしかもまだありますからね。蕎麦屋さんいっぱいあるからね。ちょっとそばマップ消し込まなあかんな。消し込んだんですよ。もうそれしかも謎不思議の泉式部の墓もありますからね。全国にある。全国にありました。
ーよかったよかった電車でも来てないね。じゃあ次行きますか。行きましょうか。はい。あ、そばもそうそばももありうますからね。美味しかったもう汁も簡易ですよ。初めてかもしれんあんな。いやなんすかねあれおーとろっとしてて、だってもう茹で汁ですらうまいんですからね。ちょっと寄り道ばっかりして申し訳ないけどね。そうですね。ちょっと酒に呼ばれたっすね。ちょっとね寄らざるを得なかった。いやでも温泉スタンドがありますからね。温泉組んで帰るんかね。どうするんですかね。組んで帰ってあの桶はちょっと湯船にはちっちゃいですよね。飲むんかね。飲むんですかね。まあいいこっち。まあいいや、こっち酒ですね。酒。ああも一応ね。う見とかないと仕方がないですね。でも酒蔵と一緒にあるんですね。資料が集まりますな。集まりも奥出雲熱い。いやもうお土産もありますしね。まあまあそばまんじゅう。これここのそばここでもちゃんとしてる奥出雲で作ってますから。僕もありますよ。見ましょうか。ポッドキャストで。またここのあれだよね。ちょっとこれ撮ってください。この上にずらさね。ずれないですすぐ剥がれそうなんでよし。このグラデーションいいね。ああまあサンプルとしてですね。いいっすね。ついちゃいましたよ。ようやくつきましたね。横山大観の奇跡。偶然ですが、偶然やってましたね。偶然として。めちゃくちゃ人多いね。平日でこれっす。早速じゃあ。ちょっとここから先はあれですよ。多分ね取れないと思うんで。あ、魯山人もやってますよ。魯山人も本買いましたね。はい。いろいろ勉強になりそうですね。そうですね。庭園の撮影いただけます。庭園だけ。これ見たかったんでしょ。見たかったです。これが見たかったんですか。これも見たかったですけど、どっちかというと作品の方がちょっとこれをフレームに移すのがフレームに移す。いやもうメールのフレームにこれを生かすのはちょっと難しそうだな。諦めたらあかんやん。諦めたらそこで試合終了する。ちょっと向こう行きますか。これ見るために前サイクリングするとか入れたい。いやもう行きたいなと思ってました。この前は真夜中でした。この前は夜中。前通ってたね。前通りました。懐かしい。こんななってたとは思わなかったです。やっと見れた。やっと見れました。雑草一つないですからね。毎朝なんか手入れしてるんでしょ。ですよね。すごいこう周りのさ山とかがさもう一体化してるじゃん。それを意図してやってるって山も所有物っていうんですよ。あの山もここのやつ。もうそれを加味してやってるっていうのを NHK かなんかの番組で言いました。マジで確かにこの山と庭が一緒やな。境が分からない。疲れますね。ちょっと勝ちてみたんですけど、正直言っていいですか。はい。余計混乱してる。嘘。何したらいい。ヒントなかったですか。ヒントとかいっぱいあったんですけど、ありすぎるかなんですけどね。まあなんかありすぎるもいいじゃん。そうですね。あとはこうあとはもう選択していけば。あとはあれで僕の技術力に僕はあれですからね。なんか不安が倍増してるところですけど、いよいよかって感じですね。もうあれですよ。はい。もう時間ないんですからね。時間ないからもうこれ以上どこっていうのは。まあそうですよね。もういやマジで何もあれですよ。1ヶ月ないんですからね。しかもどっかであれ行きますからね。マウンテンバイク乗りに。マウンテンバイク乗りがますからね。まあ留守番でもいいよ。留守番でもいいですね。いや僕嫌です。いや一応もうこれで終わりです。終わりですね。自転車乗らなくてもなんとかなるんですって。どういうことですか。今日自転車乗ってないじゃないですか。今日は色を決めるわけ。色を決めるために。あっち行きますか。僕は何をしたらいいんだ。いやまあ多分もうこれでこの動画は以上でしょうな。動画は以上ですね。
まあまた一日一日と過ぎていくんですね。これで公開された以上ははい、もうあれですよ。もう皆さんの横山大観と調べ出すんですよ。何モチーフにしたんかなとか気になりだすんですよね。どうしよう。もうそんなとこですかね。そんなとこですね。はい、帰りますか。帰りましょうか。疲れたな。帰りたくない。帰りたくない。はい、以上です。じゃあ。